カイトくん。相変わらず気配を消して近づいてきますね。こんなところで何してるんです？もしかして私のことをお見送りしてくれるとか？別にわざわざ来ることもないかなって思ったんだけどさ。根性の別れってわけでもないし。ただほら、一応デートした身としてはね。まさか一度だけで彼氏気分になっちゃうなんて思いませんでした。種子島の純朴な少年をかどわかしちゃいましたか？どっちかっていうと、せっかく見つけた貴重な対戦相手がまたいなくなっちゃうのが寂しいよ。やっぱりゲームが第一なんですね、カイトくんは。もう行くの？ええ、これから空港です。俺の他に見送りはなし？さっき挨拶はしてきましたし、二度と戻ってこないわけでもないですから。次はいつ頃こっちに来る予定？10月にはもっと早くなるかもしれません。このまま消えて戻ってこなくてさ、苗さんは幻だったって言われても俺不思議に思わないかも。まるで俺たちが望んだ幻影みたいだったっていうか。お金を運んできた幸せな青い鳥みたいな。それはっきり言っちゃう？せっかく遠回しな言い方したのに。すみません。でも私はご都合主義のデウス X マキナなんかじゃありませんよ。カイトくんやアキホちゃんが頑張った結果、ロボワンの決勝戦の舞台に立ったんです。そこでのあなたたちを見なかったら、私はこの島に来なかったわけで。この前さ、海に行った後もう一度考えたんだ。苗さん俺に聞いたでしょ、一緒に東京に行くかって。ええ、行きますか？まだ間に合いますよ。俺、この島を出たいのか出たくないのか、どっちなんだろうって考えたんだ。ずっとこの島の時間から置き去りにされた感じが怖かった。焦りみたいなものがあったよ。でもこの島が気に入ってたりもして、あんまり自分から出ていく気にもなれなくてさ。自分でもどっちなんだろうってわからなかった。カイトくん。だけど苗さんが言った言葉で気づいたんだよ。俺はまだゲームをしていたいんだって。倒すべき相手をさ、倒しきれてないんだ。この島の時間は止まってるように見えるけど止まってなくて、俺の時間もさ、
ちゃんと進んでるんだよ。だからここにとどまっていても立ち止まってることにはならないかなって思った。それが今の俺が出せる答えだよ。そうですか。そうそう、これお土産に。ありがとうございます。ひと夏のアバンチュールは今日で終わりですね。もうちょっと憧れのお姉さんで居続けてもよかったかな。もしかしてまんざらでもなかった？嘘嘘、帰らないと偉い人に怒られちゃいますから。それじゃあ1ヶ月後にまたお会いしましょう。おじゃり申せ？そういう時はノッチよーだよ。はい、ノッチよ。今日で夏も終わりか。と定めた